皆さんこんにちは、タサン島です。今日はじゃがいものガレットを作ろうと思います。じゃがいものガレットは付け合わせで食べることが多いんですけど、今日はちょっとお昼ご飯に しようかなと思うので、少しアレンジをして、食べ応えのあるように作っていこうと思います。はい、それではまず最初に、じゃがいもの中に入れる具材を準備していこうと思います。じゃがいもは柔らかい味なので、中に入れるものはしっかりと味がうまみが強いものを入れるとメリハリが出て美味しくなると思いますので、今日は冷蔵庫にあるもので作ろうと思うので、ベーコンときのこ、しめじがあったのでしめじ、あとはチーズを、中に入れて作ろうと思います。はい、きのこ何でもよくってしいたけでもいいし、えのきとかでもいいし、マッシュルーム、あとは冷凍のきのことか何でもいいです。であと、ベーコンはスライスでもいいし、今日たまたま冷蔵庫にあったのが塊なんで何でもいいと思います。ではこれを炒めていきます。あんまり具材が多すぎるとじゃがいものでんぷんがちょっと足らずにパカッて割れちゃったりしやすいので、今日は1パック分ぐらいのしめじを使います。1センチ 1.5 センチぐらいの大きさにカットして、きのこは水分が多いので強火で炒めていきます。しいたけも発見したのでしいたけも入れちゃいます。あと他に具材になるようなもの、ツナとか、オイルサーディン、塩サバとか塩鮭とか、少しちょっと味が濃くてうまみが強いものが美味しいかなと思います。そしてなるべく広げて触らずに焼いていきます。強火です。はい、で水分が食材についてたら必ず、何でもそうです。お肉でもお魚でも食材に水分がいっぱいあると、きれいに焼けない、焼き色がつかなかったり焼けなかったりするので、水分ばっかり出ちゃってスカスカとか硬くなっちゃったりするので、水分は必ず取るようにしてください。ベーコンも好きな大きさに、せっかく塊なので少し厚めに切ります。もっとゴロゴロしてもいいですし、あと薄切りをきのこと同じぐらいの大きさに切ってもいいと思うので、はい、で今全くきのこの方触ってないんですけど、こっちの方は水分が出てて、こっちの方はあんまり状態が変わってないということは、こっちの方がちょっと強いってことなので、これを少し、もしくはちょっと油が足りないっていう感じもあるので、少し油を足して炒まってないところにめがけて油を足して、で片面だけでもきれいに焼いて、こう動かしちゃうとどんどんきれいに色づけるっていうことが難しくなってくるので、まず片面はしっかりきれいに色がつくように触らずに焼いていきます。でそうするときのこはゴロゴロしてるのでいろんな面があって、こう混ぜながらこう炒めていくと、どこの面もあまりきれいに焼き色がつかなかった、で水分だけが抜けていって小さくなってしまったみたいな感じになるのと、するので
このぐらいしっかり触らずに色をつけてください。で、ここの茶色くなっているところまでこういうのを色が変わってるのをチェックしてからいじり始める。はい、そしたらベーコンも入れて全体的に香ばしく色をつけていきます。強火でさっと炒めると水分も抜けきらずに焼き色がついてくれるので、火はちょっと怖がらずに強火でいった方がいいと思います。はい、でベーコンも軽く色がついてきたら、ベーコンにしっかり濃い味はついているんですけど、きのこも軽く塩をすることできのこのうまみもちゃんと感じてもらえるようになるので、きのこにも軽く塩をします。その代わりじゃがいもには、ほとんど味をつけないので、ここではしっかりめにつけると。でハーブとかパセリとかあればここに混ぜてしまっても美味しいと思います。今日はもう家にあるものだけで作ってるので、ちょっとじゃがいもがメークインが足らないので新じゃがも混ぜたいと思います。メークインが一番向いてるとは思うんですけど、なければ全然普通のじゃがいもで。じゃがいもの皮がむけたら、すりおろしていきます。すりおろすって、スライサーの薄切りバージョンしか持ってない人はスライスが一番いいと思います。簡単だし。で、私は今日は細切りにするので細切りのスライサーを使います。で、もしどっちも持ってないっていう人は手で細く切る、どっちでもいいです。めんどくさくないやり方でやってください。だからじゃがいもの状態としては細切りが一番、理想的なんですけど、薄切りでもやってください。だからじゃがいもの状態としては細切りが一番、理想的なんですけど薄切りでもできますっていう感じです。はい、四角にしながら、すっていくと、ちょっと持ちやすくなるので、ちょっとやりやすくなります。であと怖いと思ったらもうそこでストップしちゃって、あとは残りは手で切ってください。怪我しちゃうと危ないので。はい、残りは包丁で切ります。ではこれを焼いていきます。でじゃがいもの方少しだけ全く味をつけなくてもいいんですけど、この具材のじゃがいもに対して具材の量だったり、あとはその具材の味の濃さだったりによってはつけなくていいと思うんですけど、今日ちょっとじゃがいも結構たっぷりなので軽く塩を一つまみだけしておきます。つまみって言って全体に塩を行き渡らせて、ではこの、ガレットを焼いていくんですけど、フライパンの大きさは薄くするなら大きくてもいいですけど、厚くしようと思って大きなフライパンでやると焦げやすいので、自分の作りたいじゃがいものガレットの大きさにぴったりくるぐらいの、フライパンを使うのがちょうどいいかと思います。今日は、うちはちっちゃいサイズか大きいサイズのフライパンしかないので、20何センチなんだろうこれ、3センチぐらいの、フライパンで焼きます。でまず、油オリーブオイルでもいいしサラダ油でもいいです。弱火につけてきます。じゃがいもの半分の量をまず下に広げて、だいたいなんとなく丸く、あんまりパッツンパッツンにやると今度、ひっくり返す時に切
木べらとかが入りにくくなってくるので、フライ返しとかでひっくり返しお皿に移してっていう方法もあるんですけど、少しフライパンの大きさより少し小さめがいいかなと思います。そこに先ほど炒めたきのことベーコンを端っこをギリギリまで乗せちゃうと、ボロボロ崩れて出てきちゃうので、真ん中あたりに端っこに行き過ぎないように2センチぐらいは開けて入れます。端っこはくっつけないといけないので、じゃがいも同士でくっつけるっていう感じですね。そしたら、チーズ好きなだけ、このチーズは焼きながら少し出てきちゃうと思うんですけど、まあ、好きな人はいっぱい入れてください。はい、最後この上から蓋をするような感じでのせます。そして、まあ、木べらかフライ返しみたいなもので、押さえつつ、まあ、端っこを少し寄せて、丸く成形するような感じで、今日ちょっとじゃがいもめちゃくちゃ多いので、普通のメークインだと5、6個使ってるので、すごく量が多いんですけど、多い分やっぱり焼く時間が長くなるっていう感じです。で、3個ぐらいでもう少し小さく作るっていうのも、まあ、作ってもいいし、もちろん中に何も入れないで作るっていうのもいいと思います。でこのままこの状態のままで、少しやっぱり上から押さえてあげないと、どうしてもフライパンから浮いちゃってると、そこの部分が色がきれいにつかなかったりするので、少し押さえつつで周りを、はい、こんな感じで周りを成形して丸くする。で火が入ってくるとくっつくので、ピロンって出てきたやつもくっついてくるので、あまり気にせずください。で油も、少なすぎるとまたこう焼き色がきれいに、まあ、フライパンにもよるんですけど、少なすぎると焼き色がきれいにつかないので、まあ、様子を見ながら少し足して、少し多めの油で焼いてあげるとよりきれいに色がつきやすいです。なのでこのまま、少し油足しておきますね。この量だと最初に入れたのと今入れるので大さじ2杯ぐらいの分量が入りました。そして火加減は弱火で、これだけのじゃがいもの量を火を入れていくので、結構強火でやっちゃうと中が生って感じになっちゃうので、弱火でじわじわ焼いていきます。でその際に同じ方向だけで焼くと焼きムラがどうしてもできるので、5分に1回ぐらいは、フライパンの向きを変えて、はい、こういうふうに変えてあげて、あとはもうずっと弱火のまま、弱火って言ってもこの今マックスの弱火じゃないんですけど、マックスの弱火にしちゃうと音が本当にしてない感じのなってくるので、全然火が入っていかないって感じになりますので、少しパチパチっていうくらいの、まあ、弱火、音をよく聞いてちゃんと反応しているか焼けているかっていう、まあ、音で判断するといいと思います。なので火加減っていうよりも音を聞いて、パチパチパチってすごい勢いはないんですけど、まあ、パチパチ言ってるだけ音が聞こえるくらいの感じで焼いていきます。これ多分大きいので10分ぐらいは10分以上かかる、片面焼くのにかかるかなと思います。はい、じゃあ、今10分ぐらいかな、経ったところなんですけど、だいぶこの端っこの方見てもらうと茶色くなってきてるのが見えてくると思うので、まあ、この茶色を目安に、で下半分ぐらいはなんとなく透明になってきてます。ちょっとカメラで映ってるかどうかわかんないんですけど、こっちの下半分ぐらいがじゃがいもが透明になってきてる、ここです。まあ、こういうのを目安にひっくり返そうと思います。で、
大きいのでこうヘラでひっくり返すのがちょっと不安かもっていう人はお皿を使ってお皿をかぶせてひっくり返して戻す。ただこれがちょっと結構固まってきてるんですけど今ポロポロってなっちゃう可能性もあります。でも無難自分がやりやすい方法でひっくり返してください。でそのお皿でひっくり返す場合フライパンをこうやるので油をちょっと気をつけてください。もし油がいっぱいある場合は吸い取ってからやらないとやけどしちゃうのでそれは気をつけてもらって、ヘラでやる場合は普通にしっかり奥まで一回焼けてるかどうか確認して奥まで真ん中の方に入れて危なかった今危なかった。はい、こんな感じで今ちょっとドキドキしちゃいました。落としちゃうかなと思って。はい、で同じように焼きます。ちょっとやっぱここ焼きムラ、本当はこの隙間も綺麗に焼けるとすごくこういう感じで焼けるといいんですけど、これはやっぱり油の量が足りてないっていう感じですかね。なのでひっくり返した後も少し油足しときます。大さじ1杯ぐらい。油はもう様子を見ながら足していって、音がパチパチ音がしないとか、なんとなく見てて油なさそうだなって思う時は足してください。でしっかりこういう感じになっちゃうのでしっかり、浮かせてあげて中の方にフライパンをちょっと持ち上げてあげてで中心の方に油いくようにしてあげると、焼きムラも少ないかなと思います。でまたこの周りを、成形しつつ同じように焼いていきます。時間も多分同じぐらいかかっちゃうかなと思います。はい、では、20分ぐらいトータルで20分ぐらい経ちました。で、この端っこなんですけど今日は厚さがあるのでちょっと厚いので端っこもやっぱり焼けてた方が美味しいかなと思うので、焼きながらちょっとずつこの側面をフライパンの端っこに押し付けて、しばらく焼く。で焼けてない部分を押し付けてちょっとしばらく焼くってやると少し焼けてくるので端っこはそんな感じで焼くといいかなと思います。今ちょっとこの面が焼けてないんですけどこんな感じでそうですね弱火って言ってもマックスの弱火じゃなくて中火と弱火の間ぐらいの火加減で20分ぐらいでこのいい感じで焼き色がつけばじゃがいももそろそろ火が入ってる頃だと思うので、最初は時間を目安に、焼く。で切ってみてもし、火が入ってなかったら、もう少し次に焼く時に時間を調整する。でやっぱり火加減って何分焼きましたから、絶対大丈夫ですみたいなことなかなか言えなくてフライパンの大きさも違うでしょうし、火の加減の仕方とかもやっぱり人それぞれ変わってくるのでやっぱり自分で覚えていくっていうのが一番いいと思うので、やってみて切って食べてみる。でそれがどう思ったか自分が塩加減とか火加減とか全部自分で判断していくことが大切なのでこの場合も、ある程度レシピ上の時間とか分量目安にしてもらって自分で分かるようになってくるとすごく今度分量が違った時とか、材料が違った時とかでも自分で対応していけるようになると思います。はい、ということで焼き上がったのでじゃあ、裏面もちょっと自分で確認してちょっとこれ濃い焼き色がついちゃったのはやっぱり焼き色にムラがあるってことは油が足りてないってことですよね。油がついててあとは火加減が強すぎるっていうこともあるんですけど
全体的に綺麗に焼き色がついたら油の量がちょうどいいって感じです。で、どっかが濃くてで薄いこういう感じで薄いとこもあるで茶色いとこのムラがある場合は確実に油の量が足りないっていう感じですね。はい、なのでこれを移しましてちょっと焼き上がり中の様子を見てみようと思います。じゃあ切ってみます。はい、じゃあこれにメインとして食べたい時とかランチで食べたい時とかっていうのはこれにサラダ添えたりとかして、まあうちは簡単なランチだともうこのまま食べたりとかトマトとかある野菜を添えるっていうこともありますけど、まあ、自由に食べてください。でこれを何か、メインディッシュの付け合わせにすることもできますし、はい、こういうふうにじゃがいもなのでお腹いっぱいになるので軽食として食べてもらってもいいかなと思います。はい、ということで今日はじゃがいものガレットを作りました。ぜひ作ってみてください。バイバイ。バイバイです。さよなら。